小さいお子さんを持つ親御さんで、結構そういう、悩みというかストレスを感じている人っていうのはいるんじゃないかなとは思います。私も、今いるこの福厳寺の境内にですね、太陽幼稚園という幼稚園があるんですね。で、この幼稚園で、10年現場で私も子供たちと接していましたけれども、最近、例えば買い物に行ったり、それこそお寺にお参りに来られる方とかでも、子供が行った先でね、ガーッと泣いて、ダダをこねて、で、お父さんお母さんたちが困ってるっていうね。で、また、いつまでも泣かしとくんですよね。で、そのことによってね、皆さんに迷惑をかけてるっていうことにも気がつかないお父さんお母さんたちもいたりするんですけども、本人たちにとっても結構ストレスじゃないかなと思うんですね。で、その子供が、例えば出先とか、家でもそうかもしれませんし、行ったところでいつまでもダダをこねて泣いているっていうことがあったりしますよね。で、これ子育ての中で子供たちが、成長の過程でですね、自分が思ったことが思ったように、満たされないっていうね。で、そのことをすべて満たされるようにしてしまうのがいいことかっていうと、やっぱりそうじゃないんですよ。限界設定といってですね、限界を設定してあげる。大人が、これはダメっていうことはダメ。これは泣いてもわめいても暴れてもダメなものはダメ。っていうことを、やっぱり子供たちが覚えていかなければいけないっていう時があるんですね。ですから、子供が泣くっていうことは、泣くのは子供の仕事ですから、そのことに対して、お父さんお母さんたちが、いちいち、ビビってしまうと言いますかね。振り回されてしまうと、子育てってなかなかうまくいかないんです。で、子供たちは、自分が思ったことに対して、満たされない。で、それに対して泣いてもわめいても、ダメなものはダメなんだというところで自分で折り合いをつけて、そこで我慢することを覚えたり、自分をコントロールすることを覚えたりするんですね。だけれども、そうは言っても、例えばデパートに買い物に行ったりとか、どっか行ったりして、あんまりダダをこねてるってなるとね、皆さんにも迷惑をかけてしまうということがあったりしますよね。で、そんな時どうしたらいいかって言った時に、アドバイスしているのはね、さっさと言ってしまうことなんですよ。で、やっぱり、子供がガーッと泣いて、ダダをこねてる。で、そこに対してお父さんお母さんたちいつまでも子供をね、なだめたり、怒ったり、なんか叱ったりしながらして、そこでドタバタを繰り返してる。だけど全然子供はね、お前が来いよっていうのは子供なんですよ。お父さんお母さんたちが、お父さんお母さんたちが来て、私を抱き上げて、そして慰めて、そしてこの傷を癒せよっていうのが子供なんですよ。で、それに対して、やっぱり親がね、負けてしまうんですよね。で、そこで、なだめても、子供はこれが買ってほしい、あれが買ってほしいとか、やっぱり簡単にそこは収まらないですね。でも子供たちっていうのはそうやって泣いたりわめいたりすることによって、その大人が自分に寄り添ってきてくれるっていうことを、やっぱりその駆け引きっていうのを子供たちはかなり小さい段階で始まります。ですから、私も幼稚園にいてですね、バスの運転なんかもしてた時があるんですけど、びっくりしますね。もう、年中さんの後半ぐらいから、例えば年少さんが4月入ってくる。で、そうすると、年少さんたちはね、もうママたちがもう本当に幼稚園わずか預けてるだけの間なんですけども、もうママたちがこうやって待っていて、うわ、よく帰ってきたねってやってくるんですね。で、年長さんぐらいになるとそれをかなり冷めて見てますよ。で、羨ましいなとも思うんですね。で、そうするとね、面白いんですよ。バスに乗ってずっと子供たち連れていくと、年少さんとかね、小さい子たちが親に大歓迎されて迎えられるっていう姿を見てですね。で、年長さんとかね、面白いこと言う子がいました。ああ、そろそろ泣こうかなって言って自分の家の近くのバス停が迫ってくるとですね、泣き始めるんですね。
で、どうしたのって言って親に関心を持ってもらうことを子供たちはもうちゃんと分かっていて、泣いたり弱々しい姿を見せることによって親が自分に寄ってきてくれるっていうことをちゃんと学習してるんですね。でそれを使い分けてる。特に女の子は上手です。でそこにパパはメロメロになるんですよね。肩をすくめてみたり、ニコッと笑ってみたりっていうことによって大人が喜んでくれることを子供はね、よーく知ってます。賢いです。ね。で、そういう姿をやっぱり見ていたので、もちろん子供たちをちゃんと抱き留めてあげる、愛情を持って接してあげる、これ大事です。だけれども、やっぱり子供にですね、外に出た時にダダをこねられてね、困る場合っていうのは、そこで待ってないで、もうさっさといなくなっちゃうといいんですね。ところがなかなかこれができない親が多いんです。だからずっと、子供たちに見える距離で、もう早く来なさいとか、でみんなに迷惑がかかっちゃうとかね、自分も恥ずかしいですね。自分の子供がバーって泣かれたら、公衆の面前でね。だけれども、だんだん、そういうところで、もうなだめたり、押したり、引いたりしながら、やりとりをしてるんですよね。それを延々と繰り返してる。だったら、さーっといなくなっちゃうんですよ。走って逃げたらいいんですよ。そうすると子供ね、必死になって追っかけてきますから。でそういうもんです。なので、私も昔は人助けだと思ってね、あんまりそうやってダーってダダこねてる子がいるとね、近く行ってね、どうしたのって言って聞くとね、びっくりしてね、変なおっさん来たって。で、しかも頭ツルツルに反っててね、変なおっさんが突然来てね、どうしたのって言って、迷子かって言って聞いてあげるとね、そうするとバーって立ち上がってお母さんのところバーッ走っていくんですよね。そうするとお母さんもね、何あの人と思って私の方を見るんですけど、いや、私は人助けだと思ってやってることなので、最近はそんなこともしませんが、昔はよく、そうやってね、デパートでダダこねて床にひっくり返って泣いてる子たちの親子を随分手伝いをしたっていうことがありましたけども、でも本当ね、子供たちっていうのは親が考えている以上に賢いです。よく大人の態度を見てます。で、大人がそこに対して子供のいちいち泣いたりとかね、騒いだりっていうことに動揺してね、そして子供が泣くっていうことをものすごい恐れる親が多い気がするんですね。でも子供たちっていうのはもっともっと大いなる親の愛っていうのは感じているので、ね、子供に我慢をさせなきゃいけないときは、これはダメっていうことに関しては、お父さんお母さんたちはちゃんと腹を決めて、泣こうがおめこうが、別に怒る必要ないんですね。ちゃんと見守っていて、ああ、悲しいのね、ああ、悔しいのね、ああ、それ欲しいのね、そうか、泣きなさい。だけど、ダメなものはダメ。で、その中を、そういう経験を通してね、子供たちは自分で自分を自制していったりとか、自分の中で負の感情が生まれた時にそれを、そこと折り合いをつけていくことを覚えていくんですね。ですから、ぜひね、お父さんお母さんにはドーンと構えて、子供たちをもっと大いなる愛情を持ってね、小さな衝突があっても、大きな調和とか大きな愛っていうものを持ってね、子育てをしていただければいいんじゃないかなと思います。